こんにちは、ストレンジハンターのタカです。 Hello everyone, I'm Clea. 今日もクレアちゃんと一緒にやっていきますね。今回は世界の不思議について探検していくとしましょうか。早速ですがクレアちゃん、冬って布団から出たくないし、起きても全然目が覚めない、体も動かないし、仕事がなけりゃずっと寝てるのにな、なんて思ったことない？ Yes, of course. 仕事がなければ毎日寝てると思うよ、私も。クレアちゃんだけじゃなく、そう思った人は一人や二人ではないでしょう。でもそれは実はかつて人間が冬眠していた頃の名残として DNA に刻まれているからだとしたら、今日はそんな人間冬眠していた説について掘り下げていこうと思います。わー、オーマイガー、もっと聞かせて。 OK、 任せて。そもそもなんでこんな説を掘り下げていこうと思ったかというと、実際に冬眠をしていたのではないかと思われる不思議な実例があるからなんです。 Really? また、そんなの都市伝説とかただの作り話やろ。そう思うよね。これがまさにリアリー。まずはその実例について話をしていきますね。一つ目はロシアとフランスに伝わるある風習についてです。18世紀初頭のロシアの貧しい農民は冬の6ヶ月間、1日の大半を家族全員で暖炉の近くで寝て過ごしていたそうです。日に一度だけ起きて秋のうちに焼いておいた保存用のパンを一口、これを水で流し込んで、そしてまた眠りにつくということをしていました。長い冬の大半を寝て過ごす習慣はロシアではロツカと呼ばれていて、記憶に残らないくらい昔からあったと言われています。またフランスのアルプス地方の農民も冬は寝て過ごすのが一般的でした。この地方では1年を5ヶ月の地獄と7ヶ月の冬と呼んでいて、5ヶ月の過酷な労働の季節が終わると、冬の7ヶ月間は家畜と一緒に寝起きして暖を取り、食べる量を減らして貯蓄食料を長持ちさせ、なんとか春が来るまで生き延びようとしたといいます。それって冬眠って言うんか？毎日起きてパンと水飲んどるし、それって貧乏学生が冬休みに過ごしとる感じと一緒やない？そうやね。確かにこの話は冬眠とまでは言えないかもしれないね。ただ動かず体力を温存しているだけとも言えるよね。まあそう言われるのは想定内。だからこの話を最初に持ってきたんや。じゃあこの次の話はどうかな。なんや、もっとおもろい話あるんかいな。最初からそれ言うてくらはや。はよ聞かせて。突然クレアちゃんが関西人になったのでちょっと戸惑っているけど、次の話に行こう。今度は日本で実際に起きた話だよ。兵庫県神戸市の六甲山で2006年10月7日に登山中に遭難した当時35歳のユウさん。ユウさんは山から下山中に誤って10メートル滑落し、その時に骨盤を骨折したんです。持ち物はわずかな水と焼肉のタレだったそうです。頂上でバーベキューしたのかな？そうだね。滑落して身動きが取れないユウさんは滑落から2日後に意識を失ってしまいました。そしてそれからなんと24日が経過した10月31日に発見され救助されました。20日間以上飲食せず、発見時にはなんと体温が22度にまで低下していたのです。Oh, 22! ヤバタニエン！ヤバタニエンって何？タカちゃん。治療した医師は、ユウさんの状態はまるで冬眠だ。低体温が生命を維持した可能性があると言いました。ユウさんはその後、12月19日に退院しました。治療を行った神戸市立中央市民病院の救急部長によると、ユウさんは体温が22度に冷えた状態で運ばれてきたという。それでも搬送中、ごく弱い心拍と浅く回数の少ない呼吸が認められた。普通、体温が30度以下になると心臓が心室細動を起こしやすくなり、心停止に至る。脳に酸素が回らず、通常体温で約5分、低体温でも30分程度で脳が回復不能なダメージを受ける。ユウさんは病院到着直後に心室細動を起こして心肺が停止した。心臓マッサージを続けながら体外循環装置を使って血液を一旦外で温めてから体内に戻す方法を試みた。心臓が再び拍動したのは約4時間後。最終的には
脳も回復した。ユウさんは遭難2日後に意識を失ったという。部長は骨盤骨折の痛みは気を失うほどではなく、低体温が意識喪失の原因だろう。だから20日以上低体温が続いていたはずと見ている。ありえないのだが、冬眠という言葉が一番当てはまる状態だったと話しているんです。わお、これはリアルな話だね。人間冬眠できる説が少し現実味を帯びてきた。でも実は意識失ってなくて焼肉のタレで生き延びたんちゃうの？俺もそれは考えた。でもユウさんは焼肉のタレを飲もうとしたけど、それはさすがに無理だったとしっかり証言しているんです。やっぱり飲んだんだ。まあ確かにあんな濃いの飲めんわな。ほんで余計喉乾いて苦しいやろな。そうでしょ？さあ少し信憑性が増したところで最後の話。わお、まだあるの？あるんです。2012年2月18日、スウェーデン北部ウーメオ近郊で雪に埋もれた車が見つかった。その車内に2ヶ月間食料なしの状態で閉じ込められていた男性が救助されたんです。2ヶ月？食料なしでさらに車内？ Unbelievable! Yes! 2 months! スウェーデンの地元メディアがこのニュースを報じていて、スウェーデン南部出身のこの男性は車が大雪でスタックしてしまい、車内で雪が止むのを待っていたが、どんどん雪が積もって、とうとうドアも開かなくなってしまった。車内で閉じ込められている間、車に積んであった寝袋に入り、後部座席で横になって救助を待った。最初のうちは窓を開けて雪を少し取って食べていたそうです。でも寒さでだんだん体も動かなくなり、何日か経った頃に意識を失ったそうです。その男性はスノーモービルで近くを通った人に発見され、警官や救急隊員らによって救出されました。発見当時の男性は痩せ細り、言葉もほとんど話せないほど衰弱していたが、搬送先のウーメオ大学病院によると、容体は徐々に回復していったとのことだった。同病院の医師らは、男性が冬眠状態になったことが生存の要因ではないかとの見方を地元メディアに示している。外科医の一人は、熊が冬眠するようなもの、それは人間でも可能だと話した。発見時の彼の体温は31度前後になっており、そのおかげで体力の消耗が抑えられたのだろう、と語った。はい、人間冬眠できます。確定です。冬眠できます。でしょ？すごい話だよね。人間が冬眠をかつてしていた名残として、ある現象をクレアちゃんも体験したことがあるんじゃないかな。ああ、二度違います。食欲の秋です。寝。全然違った。食欲の秋って冬眠の名残なの？まあ、そう考えると納得がいくよね。本来人間は脂肪が溜まりすぎないように脳が信号を出してコントロールするんだけど、秋にはその信号が弱まるという研究結果が出ているんだよ。そしてこの現象は、クマやリス、冬眠する動物に起きる特徴とされているんだよ。Amazing! もうそこまで事実突きつけられたら、もう何にも反論できません。まあ意図的に冬眠ができるかトライするのは、とてもリスクが高すぎるけど、この冬眠のような現象によって、事実何人かが生き延びることができたというのは、とても興味深いよね。そして、本当に昔の人間は、冬は冬眠をするという習慣があったのかもしれない。その延長線上に、ロシアの風習のように変化していったのかもしれないね。Interesting! さあ、秋に食べ過ぎるのは人間の差がってことで、今年から食べたいもの全部食べちゃおっと。いや、クレアちゃん冬眠せんから。それはただ太るだけやで。めちゃくちゃ笑っとるやん。それでは今回は、かつて人間は冬眠していた説についてお話ししました。ご視聴ありがとうございました。もぐもぐ、ヤミヤミ、ありがとうヤミ、Thank you, bye! おい、クレアまだ飽きちゃうぞ。Oh, 22! ヤバタニエン！何円もう一回。オッケー、任して